泡盛って強くて独特な香りの沖縄のお酒でしょう。そう感じた方ほど多分飲み方が惜しいです。先に結論を言います。泡盛は泡盛そのものがきついというより、どの泡盛をどう飲んだかで印象が激変しやすいお酒です。この動画は3つにまとめました。泡盛の超基本、タイ米、黒麹、酵母。香りタイプが変わる理由、蒸留と貯蔵。最初の1本の選び方と失敗しない飲み方。見終わる頃には自分に合う泡盛と美味しくなる飲み方がセットでわかります。では行きましょう。ゆるゆる泡盛チャンネル。初心者が失敗しやすいのはだいたいこの3つなんです。いきなり30度以上、アルコールの刺激が強すぎるんですね。味の前に痛みを感じてしまうんです。最初の1本がどっしり系。コーヒー初心者がいきなりエスプレッソを飲むようなもの。どっしり系だと強烈な個性に圧倒されてしまいます。ストレートで判断。泡盛は割って飲むことを前提に作られているので、原液で判断するのは早計です。今日はこの失敗を避けて外さない入り口を作ります。さて、ここで質問です。泡盛と焼酎、一番本質的な違いは何だと思いますか？答えから言うと、キーワードは麹です。ただ、ここで誤解しやすいので、初心者向けに整理します。焼酎も麹は使えます。でも泡盛は基本的に黒麹を使い、全麹仕込み、つまり一次仕込みで作る。そして沖縄で泡盛として作られてきた型がはっきりしています。つまり泡盛は麹の種類と仕込みの型が分かりやすい。ここを押さえると後の話が一気につながります。さらにもう一つ、泡盛は同じ米の蒸留酒でも香りがどっしりなものもフルーティーなものもあります。その違いはこの後話す蒸留と貯蔵で見えてきます。泡盛の基礎。泡盛は沖縄で作られてきた蒸留酒です。琉球王国の時代、交易の中で蒸留技術が伝わり、泡盛作りが発展しました。戦後の大きな困難を乗り越え、今も沖縄の伝統として受け継がれています。ここからは難しい話を3つにまとめます。泡盛の個性を作る中心は米、黒麹、酵母。基本はこれだけです。なぜタイ米が多いのか。まずは米です。結論から言うと、タイ米が多い理由はシンプルで、麹を均一に作りやすい形だからです。タイ米は蒸した時にベタつきにくく、ほどけやすい。その結果、麹菌が入りやすく、麹作りが安定しやすいんですね。ちなみに、タイ米の使用は義務なの？という疑問。これは義務ではありません。原料が米なら日本米でも作れます。それでも、向いているから、タイ米が多い。ここだけ押さえれば OK です。黒麹、暑さに強い理由。次は黒麹です。結論から言うと、黒麹は泡盛を雑菌から守る役割があります。沖縄は気温が高いので、麹作りの途中で雑菌が増えると失敗につながります。そこで黒麹がクエン酸を作り、環境を酸性寄りにして雑菌を抑える。これが泡盛が安定して作れる大きな理由です。そして泡盛は原料をまとめて仕込む全麹仕込み、つまり一次仕込みが基本。ここも焼酎と違いが出やすいポイントです。酵母、香りの設計図。3つ目が酵母です。酵母はアルコールを作るだけではなく、実は香りや味のキャラを決める主役でもあります。同じ米と黒麹でも酵母が違うだけで、華やか、軽い、バナナっぽいなど印象が変わります。昔は蔵ごとの自然な酵母が中心で、品質にばらつきが出やすい課題がありました。そこで安定した酵母が普及し、今はさらに多様な酵母で香りの個性を作れるようになっています。ここは泡盛の香りの幅が広い理由として覚えてください。基礎まとめ。ここまでのまとめです。タイ米、麹を作りやすい。黒麹、クエン酸で守る。
プラス味の土台、酵母、香りのキャラを決める。ゆるゆる泡盛チャンネル。ここからは香りタイプが変わる理由についての解説です。香りタイプを決める蒸留。まずは蒸留です。結論を先に言うと、泡盛がどっしり系かすっきりフルーティー系か。この違いは蒸留のやり方で出やすいです。蒸留は発酵したもろみからアルコール成分を取り出す工程です。ここで覚えるのは2つだけ。超圧蒸留と減圧蒸留です。超圧蒸留はしっかり熱をかける分、コクや力強さが出やすい。結果としてどっしりした香りと味になりやすく、熟成とも相性がいいです。一方、減圧蒸留は圧力を下げて低い温度で優しく蒸留する方法です。重たく出やすい成分が出にくく、軽く華やかな香りが中心になりやすい。結果としてすっきりフルーティーなタイプになりやすいです。初心者が泡盛がきついと感じやすいのは、最初にどっしり系を引いたケースが多いです。なので最初は減圧から入ると失敗しにくい。ここは後半で手順にしますね。まろやかさを作る貯蔵。蒸留が終わったらすぐ完成ではありません。泡盛はここから寝かせる時間が大事です。これが貯蔵で、結論はこうです。時間と容器で角が取れてまろやかになる。蒸留直後は刺激が強めに出やすいですが、貯蔵で成分が落ち着き、口当たりが優しくなっていきます。容器は大きく3つ。ステンレスやホーロー製のタンク、土でできた甕、木の樽。タンクは変化が穏やかで安定して整います。甕はゆっくり空気が関わり、熟成が進みやすいと言われます。樽は木の香りが移って、バニラのような甘い香りや色づきが出やすいタイプです。そしてもう一つ、年数です。一般的に3年未満は一般種、3年以上が空巣です。一般種はキレが出やすく、空巣は丸さ、甘い香り、余韻が出やすい。初心者でも違いがわかりやすいポイントです。最初の1本の選び方。ここまでで泡盛は米、黒麹、酵母、プラス蒸留、貯蔵で個性が変わるという話をしてきました。じゃあ次は一番大事。結局、初心者は何を買ってどう飲めばいいの？ここは迷わないように手順でいきます。おすすめの選び方。最初の1本。最初の1本は正解探しではなく失敗しにくいルートで選びます。ステップ1。まず、減圧表記を探す。初手はすっきりしやすい減圧がおすすめです。ラベルに減圧、または商品説明にすっきり、フルーティーがあるもの。ステップ2、度数は25度前後。初心者は30度以上だと強く感じやすいです。まずは25度が安全です。ステップ3、空巣はいきなり高級じゃなくて OK。空巣は角が取れて飲みやすい場合もあります。ただ最初から高年数でなくて大丈夫。余裕が出たら3年空巣で丸さを体験するのが分かりやすいです。そしてラベルで迷ったらこの順番で見てください。減圧、超圧、度数25度目安、空巣表記3年、香味ワード、すっきり、華やかなど。もし表記がわからないときは店員さんにこの一言で OK です。減圧で25度くらいの飲みやすい泡盛ありますか？初心者はどう飲めばいい？泡盛は飲み方で印象が変わりやすいお酒です。最初は香りと刺激を優しくする割り方から入るのが正解です。おすすめの順番はこの3つです。炭酸割り、一番失敗しにくい。泡盛と炭酸1対3くらいから。氷をしっかり入れて冷やすと香りが立ちすぎず飲みやすいです。さらにコツはここ。グラスに氷を先に入れて、泡盛、炭酸は最後に静かに。混ぜすぎない。これで香りが尖りにくいです。水割り、泡盛の味がわかりやすい。泡盛と水1対2が目安。炭酸より落ち着いた飲み口で旨味が見えやすいです。お湯割り、香りが好きになってきたら、香りが立ちやすいので初心者は少量から。泡盛とお湯1対2くらいでゆっくり。
空須と相性がいいことも多いです。そして初心者の方に伝えておきたい注意点が2つあります。1つ目、最初からストレートで判断しない。割ると印象が変わることが多いです。2つ目、チェーサー、つまりお水を用意する。口の中がリセットされて香りも味も感じやすくなります。ここまでの結論です。最初の1本、減圧25度前後。次の一歩、3年空須で丸さを体験。飲み方、まず炭酸割り1対3。心得、必ずチェーサーを用意する。ゆるゆる泡盛チャンネル。今回の動画はいかがでしたか？今回は泡盛の基本、米、黒麹、酵母、香りタイプが変わる理由、蒸留、貯蔵、そして最初の1本の選び方と飲み方までを解説しました。もし次にどっしり系にも挑戦したい、空須をもっと楽しみたいなどステップアップ編も見たい方はコメントで教えてください。今後の動画で扱っていきます。動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。次の動画までお待ちくださいね。本日の動画いかがでしたか？コメント欄で感想をお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。